こんにちは、ギタリストの井草誠二です。今回はディバイザー社のギターブランド77ギターズの思想レビューをお届けします。この動画では77エクスルバートモデルの多彩なラインナップを比較し紹介していきたいと思います。まず弾いた感想としてはサスティーンがすごく、長くてですね、オーソドックスなセミアコとして非常にいいギターだと思います。ジャンルもですね、どんなジャンルでも使えると思いますが、特にブルースだったりとか、少しこう歪ませるようなスタイルで弾くと、このずぶといハムバッカーの音っていうのが、非常に合うんじゃないかなと思います。そして、生音はやっぱりセンターブロックがある分、非常に小さいんですけれども、その分アンプで鳴らした時に非常にハウリングに強いっていうのがメリットだと思います。なので大音量で演奏する時にもおすすめの一本です。じゃあまずセンターですね。センターはですね、まず高音が非常に明瞭でクリアな音がしているなと感じました。で、リアの方ですね、これはやっぱりエフェクトのノリが良さそうだなっていう風に感じまして、特に歪みだったりとか、あと空間系との相性が、抜群なんじゃないかなと思います。スプルーストップということで、高音が、スパーンとこう綺麗に出てくれるなっていう印象です。で、サスティーンは少し短めなので、なんでしょう、こうリズミカルなギターとかにスタイルに合うのかなと思います。こう歯切れのいいのをね活かして、そういうスタイルに合うのかなと思います。で、見た目に関してはかなりこう木目がですね、スプルースの木目が綺麗に出ていて、あとこのバインディングのせいもあって、なんでしょう、セミアコなんですけれどもアコースティックギターのような質感が、漂っていて非常に珍しいギターですね。普段アコースティックギター弾いてる方とかすごく大好きになるんじゃないかなと思います。じゃあまずセンターですね。センターも、リアもですね、やっぱりこう高音の抜けクリアさっていうのが非常に特徴的だと思います。で、この2つに関してもやっぱりこうサスティーンがスッキリしているので、やっぱりリズミカルなギターに、バッチリハマるかなと思います。P90 が乗ってるということで、抜けが良くて非常にこう粒立ちがはっきりしたサウンドになっています。特にやっぱりこうミュートしてもしっかりとね、音が潰れないで演奏できるので、こういった演奏をする方おすすめだと思います。で、ただこうシングルほど鋭くなくて粘り気もあるので、幅広いジャンルで使えるかなと思います。あと何といってもこのダイナミックレンジの広さですね。こういったものも非常に広いので、例えば小編成のアンサンブルとか、ソロのスタイルとかでも非常に合うギターだと思います。はい。センターに関してはやっぱりこうなんでしょう。単音弾きも気持ちいいんですけれども、こうストロークとかするとすごく気持ちいいんだろうなというような、サウンドでした。
で、リアに関してはですね、ちょっとやっぱり、リードギターとかそういったものに使いたいなと思います。ハムバッカーほど太くなく、ピックのニュアンスとかをしっかり、出したくて、それでリードを弾きたいっていう方にハマるんじゃないかなと思います。基本はスタンダードと変わらないような音の方向性なんですけれども、やっぱりこうバインディングがあったりとか、あとゴールドパーツは目に引きますよね。で、サウンドに関しても、そういうちょっとした違いがあって、先ほどのモデルよりも少し合成があるかなと思いまして、先ほどのより少しサスティンが長いなっていう印象がありましたので、これもですね、ちょっとブルースとかに使ってもらうといいのかなと思います。で、特にちょっとハイゲイン系のね、エフェクターとか使われている方は、このギターバッチリハマると思います。なので、大音量のバンドでもね、しっかりと音が抜けていいギターだと思います。これは僕すごく大好きで、やっぱりステージでかなりこう強烈な照明とか当たった時になかなか上のポジションだけだと一瞬見失うことがあるんですけれども、そういう時にこういったね大きいブロックポジションがあると安心して弾けるので、僕はすごく好みですね。フレームメイプルは僕すごく大好きで、自宅でこう動画撮るときにも映えますし、あと特にステージだとスポットライトとか浴びたときにすごく綺麗に映るので、大好きな木目ですね。このギターはですね、今回のこの6本の中で一番太い音がするなと思いました。このフルフォローのエア感のある音と、そしてハンバッカーの太い音が合わさって、特に単音弾きのこの太さっていうのが、非常に魅力的なギターだと思います。このギターはあまりエフェクトを使わないドライ気味な音で使っても非常にリッチな音がするんじゃないかなと思います。はい。このギターはですね、生音でも、しっかりと低音が出てくれて、非常にバランスがいい生音になっています。なんでしょう、アコースティックギターの音をそのまま少し小さくしたような、雰囲気がしていまして、例えばコンデンサーマイクだけで撮ったとしても、十分いけるような生音のサウンドになっています。重量に関しても、非常に軽量で、これは取り回しが良くてね、ストラップでつけてね、立って演奏しても、長時間演奏しても疲れないので、僕はすごく好きですね。このギターに関してはですね、エレキギターというよりかなりアコースティックギターに近いような、ニュアンスを全体的に感じました。生音も、そうですし、この P90 のレンジの広さも相まって、ラインで弾いた時も、非常になんでしょう、アコースティックギターの、マグネットピックアップを積んだ時のような近いような雰囲気ですね。なので開放弦で弾くと非常に気持ちいいですね。はい。なのでこのギターは今みたいなソロで、弾くスタイルだったりとか、あと小編成のアンサンブルで非常に武器になるギターだなと感じました。で、プラスやっぱり先ほどのエクスルバート1もそうなんですけれども、この木のブリッジですね。これがあることによって何でしょう、ボディの振動っていうのをより感じやすいような、音に変わってるかなと思います。で、伝統的な、ブリッジの付け方で固定されていないので、ピッチの微調整だったりとかね、そういったこともできるので、なんでしょう、そういった面でもアコースティックな楽器だなというふうに感じました。普段ソリッドばかり弾いている方が初めての箱物とかを探してるって時に、箱物感を一番実感できるギターだなというふうに感じました。
で、あとはですね、普段アコースティックギター弾いてる方は、このモデルかもしくはクスルバート1ですね。そのモデルを選んでもらうと、この重量の軽さがアコースティックギターに近いので違和感なく抱えてもらえるかなと思います。センターブロックがあるギターっていうのは、サスティーンが長いっていうのも一つ特徴あると思うんですけれども、それ以上に感じているのが、距離が非常に近いというか、セミアコの場合、耳の近くで鳴ってるような印象があって、フルアコの場合はちょっと距離が離れたような印象があるので、そういった時に、ジャンルだったりとか、バンドでやるかソロでやるかっていうシーンに分けてね、その距離感を調節するような形で、セミアコだったりフルアコを使い分けています。なので、例えばバラードとかでゆったり弾きたいような時は、ちょっと距離がある方が気持ちよく聞こえたりするので、そういう時はフルアコを使ったりしますし、あとはちょっとアップテンポでリズミカルな曲とかは、ギターがね、近くで鳴っていてほしいので、そういう時はセミアコを使ったりします。タイプどれもですね、非常に作りが丁寧だなっていうのを感じまして、こういった箱物ってなんでしょう、本体の作りもそうなんですけれども、ピックアップの配線だったりとか、そういう部分で変な共鳴とか起こっちゃうギターってたまにあるんですけれども、今回弾かせてもらったギターはどれもそういったものが全然起きずにですね、非常に生音でもクリアな音が出ていたので、見えないところの作りの丁寧さっていうところを感じました。フレットに関してもですね、スライドがすごく気持ちよく演奏できました。こういったスタイルのギターだとね、スライドを一番多用するので、そういった意味でもね、弾きやすいギターだなというふうに感じました。今回ですね、77ギターズのエクスルバート、6つの異なるホローギターを試奏させていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。動画でね、サウンドの違い伝われば幸いなんですけれども、実際に自分で弾いてみるとよりそれぞれのキャラクターがわかると思いますので、ぜひ、楽器屋さんで試奏してみてください。